曽西手のだが比ではない。国鉄第5代総裁、石田礼介物語、第6話。石田礼介総裁の話、第6話目となります。今回も文章を伝文掲載とさせていただきました。今回は新総裁として初めて朝のラッシュ時の様子を視察したことで、認識が変わったこと、さらに安全を意識したことについてのお話をさせていただきます。あえて縦書きに挑戦していますので、見にくいというお叱りを受けるかもしれませんが、ご了承願います。石田総裁はジェントルマン。前回、紙面の所長を異動させて抜擢したことはありましたが、誰を抜擢したのか、正直私は調べきれていないのですが、塩山三郎氏の記述では、仙台鉄道管理局長へ栄転させて、その後、東京鉄道管理局長へ、さらには常務理事へと登用したとこあるのですが、残念ながら現時点ではこれ以上はわかりませんでした。他にも、石田礼介総裁は外国生活が長かったこともあり、紳士としての振る舞いは一流だったようです。当時は女性を下に見る傾向が強い男尊女卑の時代ですが、石田総裁はそうではなかったようで、レディーファーストが板についていたと言われています。例えば、エレベーターへの乗降など、常にレディーファーストで、女性秘書や掃除のおばさんも女性を先に乗せたといったことが、曽西手のが比ではないに描かれています。新総裁は総裁し続けの秘書にはどう映ったのか、佐々木和子は言う。怖いようでいて、気さくで優しい方でした。呼び鈴で行くと、それまでは決まって男の秘書を呼べと言われたものでしたが、石田さんはすべて直接に指示されました。エレベーターの乗降はあくまでレディーファースト。女性秘書や掃除のおばさんを先にした、どうぞと言ってそれがとても身についていました。このように常に正直に生きる、権力を傘に着ないという生き方をした方だと言えそうです。さらに、石田は7月に磯崎副総裁からの提案で、朝の通勤ラッシュの様子を実際に勤めてみることになりました。ラッシュ時の様子を見て、国鉄の責任を痛感。最初の訪問は7月の2日、新宿駅であったようです。以下は平ブログ、国鉄があった時代から抜粋したものです。石田総裁炎天下を初の現場視察7月2日、7時50分から8時25分まで新宿駅で山手、中央線など各線と駅の混雑状況を視察。7時20分から赤羽駅を、8時25分から8時45分まで上野駅を視察。石田総裁は、かねてからの関心事でもあって、混雑緩和の早期対策の責任を痛感され、事故だけは絶対残したくない。事故だけは絶対残したくない。このためには、国鉄は今までのように目先に取られず、三段構えくらいで根本的な対策に前進しなくはならない。と、決心を語ったと言われております。石田総裁就任がさやか7月29日。7月29日から8月2日までの予定で大阪地区の通勤輸送状況、新幹線建設工事の進捗状況視察と大阪府市及び大会への挨拶のため、特急第一富士号で採火とありますように、7月中に新宿、上野、大阪などでラッシュ時の状況を視察していくのでした。そして得た結論は、輸送力の増強と安全対策であるということでした。実際、視察を終えた記者たちには、三河島事故のような事故が起こる可能性がないとは言えない。当面の打開策を考えないと。という発言をしています。改めて石田は総裁としての国鉄の責任というものを感じたようであったと言われています。実際、石田は監査委員長時代からの持論として、国鉄は全国ネットワークであり、地域と地域を結ぶなど、国土の均衡開発に手伝いをするものであり、首都圏などで郊外に住宅地が広がるのは政府や地方自治体が考えるべき問題であると考えたのですが、実際問題として当時のラッシュは現代とは比べ物にならないほど過激なもので、押し屋と言われる人が電車に通勤客を押し込む、それが日常であり、特に靴が片方だけ残ったとか、笑えない事情は多々ありました。特に中央線などでは、戦後東京23区内から転出した多くの人が八王子市などに居を構えたことから、中央線の混雑が激化。101系電車が最初に中央線に投入されることは皆さんもよくご存知のことかと思います。
再び損しているのが比ではないから引用してみたいと思います。通勤対策でこういうので、石田は石田なりの意見があった。首都圏などでは住宅地が郊外へと広がり、通勤距離は伸び、通勤人口は増える一方である。これはそれら地域の問題であり、政府や地方自治体が対策を考えるべきである。国鉄はもともと全国を対象とし、地域と地域を結ぶという国土の平均的開発に役立つのが使命である。石田はこれまでのそうした考え方を悔い改めたとも言った。そして、こうした国鉄の事情を見てから、できる限りの安全対策と輸送力増強に力を注ごうとしたのですが、その矢先に過密ダイヤが原因となる大事故が起こってしまいます。11月9日に発生した鶴見事故でした。次回は鶴見事故に関する話をさせていただきます。